はいどうも、世界の子さんチャンネルをご覧の皆様こんにちは、ようこそです。ひろきメイクセンス。前回の WPT 編終わりまして、今回はですね、密着もなくなりました。あれあれはい。なんかあったんですか？いや、なんもなかったです。文字通り文字通りひどかったね。はい、残念ながらね、悲しい結末になってしまいましたけども、この前回の負けはね、考えることがめっちゃ多かったんですよ。ポーカーで爆勝ちしたいのか、それともポーカーでみんなから尊敬されるような人になりたいのかとか、いろいろこう年末年始考えたんですけど、答えが出ました。僕はやはりですね、みんなから尊敬され愛されるポーカーのスターにやっぱなりたいなというふうに決めました。2025年。なるほどね。はい、考えてもみてくださいよ。トロフィーハンターとか言って僕安いちっちゃいトーナメントとかに1回も出てないんですよ。ああ、確かに。だからなんでやんないのって言われてたよね、コメント欄で。そうなのよ。ちっちゃいトーナメントに出てトロフィー取りましたっていうこともできるのに、それをやってなかったんですよ結局。それなんでなんですか？やっぱりだからトロフィーが欲しかったわけじゃないということに気づいた。栄光？そう、栄光を追い求めてたのよ。だって WSOP の45位すごいみんなから応援してもらえたし、やっぱトナメやっててよかったなって思った瞬間がやっぱあの瞬間だったんですよね。横澤熱い頑張れみたいな、惜しかったね。そういう風に言われるポーカープレイヤーになりたいなと思いました。なんで今年はみんなから尊敬されるポーカープレイヤーになる器を手に入れる、そんな1年間に今年はしたいと思います。じゃあ第4章は器編ですか？はい、器編でいきますなのでみんなから愛される人になるためにはどうしたらいいのか、みんなからどうやったらもっともっとこうねリスペクトしてもらえるのかみたいな、そういうことを考える旅にしたいと思います。というので、今この空港にいるわけですけど、今回はどこ行くんですか？今回は今まで出たことのないトーナメントに出ようと思います。その名も PGT ポーカー GO ツアーというトーナメントです。知らない。知らないでしょ。ポーカー GO ツアーっていうのは1年を通したツアーが行われまして、トーナメントでインマネしたり優勝したりするたびにポイントがもらえるんですけど、それのランキングが上位40人の人しか出れない最後チャンピオンシップイベントっていうのがあるんです。それすごっ。そうだからもう1年を通した長期でのトーナメントなの。で今まで僕はこれを出ませんでした。知ってたけど。理由は2つで、僕日本に住んでるんで毎回行ける人が有利じゃないですか。確かに。だから毎回行けないからちょっと嫌だなって思ってたっていうのが1つと、もう1個が辛い、正直言ってめちゃくちゃ。あ、そうなんだ。参加費も、5000ドル、1万ドルとか2万5000ドルとか高いやつがめちゃくちゃ多いし、出てるプレイヤーも本当に世界トップクラスのプレイヤーばっかなのよ。僕はその2つの理由から、出なくていいやって思ってたんですけど、器のこと考えたらめっちゃいいトーナメントだなって。なるほど。なんでかっていうとシーズンを通して戦い続けるから、その中でやっぱポーカープレイヤーとしても磨かれていくなっていう感覚もあるし、最強と言われるようなポーカープレイヤーたちが集まってきてるから、やっぱ彼らから学べることも多いと思ったし、メジャーリーグみたいなもんだ。そういうことです。マジでメジャーリーグ。今年はね、世界のトップオブトップと言われるようなポーカープレイヤーに近づきたいなと思っております。でも勝てるのそれ？わからん。もしかしたらじゃあこの第4章で破産しちゃうかもしれないってこと？だからそれも考えてます。もちろんキャッシュゲームもしっかりやって稼ぐし、トーナメントもですね勝ち負けを見ながら調整していきます。で今回持ってきた金額も前回の3分の1です。少な。そうです。だから大体6万何千ドルぐらい。少なくな確かに。だから今回の成績が良ければ今年はちょっと PGT を追っかけるという手も結構ある。なるほど。新章のスタートにはうってつけのトーナメントなんじゃないかなと思っております。今回はキャッシュゲームもたんまりやろうと思ってるんで、そちらもお楽しみに。やっぱ器を作るためにはキャッシュも大事ですから。あと体型ね、痩せます。はい、というわけで早速ですけども、ラスベガスに行こうと思います。頑張ってきてくれ。はい、頑張っていきます。というわけで新章スタート器編ということで、PGT に参戦していきたいと思います。器貯めるね。というわけで到着しましたラスベガス。本日初日はですね、5000ドルのトーナメントが昼の1時ぐらいからスタートして夕方の5時半までエントリーを受け付けているということでですね、今日到着してすぐなんですけど、マックスレイトレジスト戦略っていうねトーナメントの受付締め切りギリギリ前に参加して効果をしようかなというふうに思ってたんですけどですね見てください。真っ暗でただいまの時刻、夕方の6時を過ぎております。こんなはずじゃなかったんだけどね。いろいろありましたね。5時間前にはベガスに着いていて余裕を持って行くつもりだったんですけど、ロサンゼルスの入国審査がですねなんと2時間半並びました。やばくない？もともと取ってた飛行機も言うて乗り換え3時間ぐらいあるやつだったから、かなり余裕を持った飛行機を取ってたはずなんですけど、さすがに2時間半並びには耐えられずで、しかもロサンゼルスからラスベガスって飛行機の本数がめっちゃ多いわけよ。1時間に1本ぐ
以上飛んでるから、まあ余裕っしょって思って、他の飛行機と変えてよって言ったら、次の飛行機6時間後ですって言われて、全部もう売り切れ。まあなんだかんだ到着することはできたんですけど、トーナメントは無理です。30分前にもう締め切っております。器編1戦目不戦敗です。5000ドルセーブしたって考えたんですからね。むしろ感謝した方がいいかもね。というわけで行きましょう。というわけで今回泊まるホテルはこちらですね。初めて泊まります。ビーダラホテルです。ビーダラ。すっごくいいホテルです。今回トーナメントがポーカーゴースタジオですね。アリアにあるポーカーゴースタジオっていうところで開催されてるんですけども、会場まで歩いて行けるホテルということで、今回はこのビーダラホテルを予約しました。これをやってみます。デジタルチェックイン。デジタルチェックイン。最近の MGM のホテルはですね、アプリでチェックインしてそのまま携帯で部屋が開くらしいですよ。すごい。いいですね。うわ、こりゃいい。おしゃれ。すごいっすよ、横澤さん。どうだい、ラスベガスの夜景で。すごい。見てください。浴槽があります。お湯に浸かれるんですか？お湯に浸かれるのよ、ラスベガスなのに。4ぐらい。おお、早っ。いいですね。まあ星4ですね、これはね。十分。言うことなしですよ。ちょっと思ってませんか、横澤さん。今までの貧乏ホテルはどうしたんですかと。横澤さんついに負けすぎて頭おかしくなったんですけど思ってませんか、ちょっと。ちょっと、はい。そんなことなくてですね、見てくれよとか言ってるけどね、ちょっと嫌なんだよね。いやマジで、本当にホテルがどこも予約いっぱいで、いつも泊まっているさ、ホースシューとかさ、フラミンゴとか、あの辺すらもめっちゃ高かったのよ。フラミンゴなのに1泊6万とかだったかな。フラミンゴに6万払うぐらいだったら、会場から近いアリアか V ダラの方がいいかなって思って泊まったんですけど、ここがですね、値段がね、とんでもないですよ。ちょっと怖いな。1泊474ドルです。474ドル。めちゃくちゃ嫌です。まあでも本当にストリップ中のホテルがめちゃくちゃ高くて、景気づけじゃないですけどね、ラッキーは来たらっていうことでね、こういういいホテルに泊まって運気上がるかもしれないね。というわけで、ラッキーなことでですね、今夕方のもう7時なんですけど、ほとんど飛行機に寝れなかったんで、風呂入って爆睡して、明日に備えましょう。わかりました。おやすみ。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。今回いいホテル泊まってるじゃないですか。エレベーター降りた瞬間の空気違くない？いいホテルにいるという実感がすごくない？これね、あるわ。あります。やっぱ器編としては、ホテルのクオリティは絶対関係ありますね。本日のトーナメント、5000ドルのトーナメントがありまして、これも1時からですね、5時半までリエントリーなんですけど、まだですね、午前中なので、お昼ご飯食べて、トーナメントに挑もうかなと思ってます。で、今回泊まっているこの V ダラがですね、アリアの真横にあるホテルで、ベラージョとアリアのね、真ん中にあるホテルなんだよね。もうだから、ポーカープレイヤーにとっては最高の、確かにそう、ホテルなんですけど、レストランがやっぱいっぱいいろいろあるんですよね。ああ、いいですね。普段我々やっぱベラージョら辺のご飯行くことが多かったから、まあ、今回はちょっとこのアリアのご飯をいろいろ行こうかなと。ラッキー。やりましたね。あー、見たい本です、ここが。おお、初めてです、僕。小籠包食いましょう。とりあえず、高っ。このキュウリ、これ、一皿1600円します。これ、やば。こちら1個100円です。確かに。うまっ。いただきます。うまっ。Thank you so much. Have a great day, guys. お会計高すぎてビビってます。いくらだと思う？高すぎて150ドルぐらいですか？あ、150ドル？はい、予想ね。はい、2人でね、ランチで。はい。なんとですね、お会計245ドルです。やばすぎるでしょ。245なんで？いやー、これが器ですか。スターの器。いや、ちょっとやばいですって。リンタイフォンは今日で最後となります。はい。またいつの日かお金持ちになったらこれをね。おお。初ですか？初です。あら、かっこいいよ、めっちゃ。いや、楽しみです。参加人数も少なくて有名プロもいっぱいいるんで、見どころがあると思うんですよ。楽しみですね。これがポーカーゴースタジオの人ですが、すごいっすね。いいでしょ。
会場が強そうな会場だ。そうですね。ちょっと押されてますね。そうポーカー GO のこのトナメはね、いろんなやつがあるんですよ。このポーカー GO ツアーのリーダーボードで反映されるトナメが、今回の PGT とか、スーパーハイローラボルってやつとか、ポーカー GO カップとかあるんで、全部辛いマジで世界で一番辛いとこトリトンよりも辛いですマジで。何見たこれ見てるんだろうか。なんで出てるんですか。やっぱスポーツなんだよね、PGT はマジで刺激を求めてやってる。いやもちろん勝てると思ってみんなやってると思うけど、お金のためだったらもっと出るのいっぱいありますからね。Thank you. You're the best 30. He's gonna make the big way down. Big way down. 生きた。1000ドルセーブしました。1000ドルでかいね。ファーストブレイク。はい。増えました。おお。12万5000スタートで15万。ジャッククラブ嬉しかったね。おかげさまでリエントリーしなかったですよ。まあとはいえね、まだまだ始まったばかりです。59今エントリーで43人残り。いやでもなんかね、やっぱテーブル辛いじゃないですか。楽しいですね。うまいプレイヤーと戦って競技としてのポーカーがプレイできるって言ってると、みんなやっぱそれを求めてきてるんじゃないかなっていう、アスリートですね。いや本当に器編のスタートに選ぶトーナメントとしてはマジでいいトーナメント選んだ気がします。うまいやつらとやるのが一番うまくなりますから、楽しんで勝ちたいですね。一応ですね、スタック変わらず14万ぐらいあるんですけど、ブラインドがポンポコポンポコ上がってきまして、でも 30BB 以下、まあもうアベレージもだってね、そんなもんですからね。こうレベルの高いトーナメントになればなるほどそうなんですけど、20BB、30BB はね、ガンガンオールインになるんですよ。入りますね。1回ダブラットですね。はい。60BB になるとね、だいぶ話変わってくるんで、あと1時間でエントリー締め切りなんで、1時間生き延びましょう。はい。
ブレイクというわけでリエントリー締め切りました。無事生き延びました。よかったです。18万ぐらい、いいんじゃないですか。そうですね。 30BB あって今アベレージがちょうど25万点プレイしてて気づいたことが何個かあるんですけど、やっぱこの 1,2 年間高いトーナメントいっぱい出るようになったじゃないですか。プロの中のランクをかなり細かく僕の中での違いが分かるようになってきましたね。今までとのこれ大きな違いかも。昔は正直強いプロは全員強いプロっていうすごいふわっとしたカテゴライズしかできてなかったんですけど、強いやつの中にもやっぱかなり大小があるというか、僕自身が強くなってるから分かるようになったってことなんで、今までだったら多分このレベルのフィールドにぶち込まれたら勝てる気しなかったけど、自分より強いプレイヤーもいっぱいいるけど、あこのプレイヤーにはもしかしたら勝てるかもなみたいな、そういうプレイヤーも増えましたね。相当ポーカーのレベルがアップしてる感じはします。この調子で楽しみながらやっていきたいですね。そうですね。You want your dead once I hit the 8. Better go against 2 overpairs than just 1, right? Oh no, that was a big cluster. I had it. You just ruined our Japanese podcast. えぐい、こんな終わり方あるんですか。30万点まで増やしてたのにえぐすぎる。マジでこれ悲しい。勝ってたらほぼ確印までだったな。これがトーナメントですね。絶対。はい、お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。1日目は残念ながらクイーンズで儚くもキングスに破られて飛んでしまいましたね。よかったんですけどね。というわけで本日もですね、昨日と全く同じトーナメントですね。5100ドルのトーナメント出ていこうと思います。昨日クイーンズで飛んだ時8ポケでオールインしてたおじさんいたじゃないですか。いましたね。ケリー・カッツっていうすごい有名なお金持ちの人なんですけど、彼実はポーカー GO のオーナーなんですよ。まあ当然だからここのスタジオのオーナーでもあり、自分オーナーなのにプレイヤーとしても出てるんだよね。参加してるんですね。そうとんでもないお金持ちなんですけど、日本でのポーカーはどうなのみたいな話になって、いやすごい今ブームが来てるよみたいな話をしてたら言われたんですよ。お前が日本の星になれとこの PGT で活躍してファイナルテーブル残ってポーカー GO で活躍する日本人になってくれっていう風にポーカー GO のオーナー直々に言われちゃったんですよね。頑張んなきゃいけないですね。まあ、本当に今回1回はファイナルテーブル残りたいね。というわけで頑張っていきましょう。5000ドルやんぼ。
ダメだ今日全然感動負けるやん。出ないっすね。ダメでしたか。まあちょっといくらなんでもいいとこなしすぎました、この一発は。まあ、リエントリーするんですけど、マックスレートでいきましょう。わかりました。今は多分中途半端にここで入るのが一番損、めちゃくちゃショートスタックですけど、やり直しましょう。もう一回行きましょう。というわけで2発目いきましょう。聞いてください。で、ということでこれ勝てなきゃダメだ。やばすぎる。